皆さんこんにちは。それでは改めまして文化フォーラムのスタートアップの座談会を始めさせていただきます。私の方からパネリストの先生方をご紹介させていただきます。はじめに、ただいま基調講演をいただきました慶應義塾大学名誉教授の河合正智先生でいらっしゃいます。私の隣にいらっしゃる方が、蒔絵で、重要無形文化財、蒔絵保持者、いわゆる、人間国宝、漆芸家の室瀬和美先生でいらっしゃいます。それからハーバード大学のリピット幸雄先生でいらっしゃいます。私この座談会のモデレーターを務めさせていただきます当館館長の内田徳吾でございます。どうぞよろしくお願いいたします。また今日はご講演を賜りました女王殿下ありがとうございます。伝統は灯火であると、それをつないでいくということは非常に私も感銘を受けまして、またその件につきましてはまた後ほど触れさせていただきたいと思っております。まずはフォーラムのセッションですね、1から進めさせていただきたいと思います。セッション1につきましては、世界文化フォーラムの設立の経緯をご説明させていただきたいと思います。世界文化フォーラムをなぜですね、このフォーラムを設立したのかと、その設立の経緯につきましては、その原動力になりました室瀬和美先生から設立の経緯あるいは背景等をまずお話しいただければと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。改めまして室瀬でございます。設立の経緯というほど大げさではないんですけれども、私たちの世代というのは、日本でいうと昭和のお生まれで、現在までにいろんな活動を重ねてまいりましたけれども、いわゆる20世紀という一つの区切りが済んで、もう21世紀に入って四半世紀が経つようになってきました。で、その20世紀に私たちが教わってきた美術、あるいは文化、こういったものをそろそろ21世紀四半世紀も経って少しやはりいろんな地球の自然の問題ですとかいろいろ変化が生まれてきている中で、もう少し文化に対して考え直す時期が来てもいいんじゃないかということで、3年ほど前から内田館長とそういう今のこれからあるいは未来にかけてそういう文化発信をする機会が作れないかということで、いろんな形がある。ただ一つのフォーラムというのもその一つの形なので、そういう機会を今回作ったらどうだというお話から、今日河合先生が基調講演してくださいましたけども、こういう専門家の先生方のお話以外でも、もっといろんな角度から、文化を語っていただく、こういう新しい姿があってもいいんじゃないかというようなことで、準備を相談しながら進めてきた次第です。で、ここに来てようやく実現したんですけれども、ここに至るまでいろいろな皆さんに支援していただいたりしてきましたけど、その協力いただいたお二方の先生が河合先生、リピット先生なんですけどね、そういうことも含めて今回こういう形で実現することができたということで、もう本当に簡単ですけども皆さんに紹介させていただきます。当初ですね、日本文化講座を始めようということで、日本文化講座ということで、考えておりましたんですが、やはりこれは国際的に、日本の文化を、そろそろ本当の今、室先生がおっしゃったように日本文化の本質とは何かということを、世界に発信すべきであろうと、こういうことになりまして、
それでは日本文化を国際的に理解させるには非常にどのようにしたらいいかということでですね、具体的にはアメリカで日本の文化を引き上げて世界的に美術史を完了するためにはどうしたらいいだろうかと、こういうことをですね、河合先生に私がご相談をいたしました。それで河合先生からリピット先生をご紹介いただいたわけですが、河合先生、少しそのあたりの経緯をご説明いただけますでしょうか。先生とか室瀬先生とは僕は先ほどお話したようにもうお二人は工芸の専門家でね、工芸に未来はないなんていうふうにね、非常にねもうしおれてるんですよ。それでいやそんなことないですよと、日本でね世界に通用するのは工芸ですよ。工芸、日本の美術で未来があるのは工芸だけだなんてちょっとおだてたりしましてで工芸と絵画の美術、日本には彫刻なんて存在しないですからね。仏像はあれ彫刻じゃないですから、彫刻っていうものは日本にはないんですよね。だから絵画だけなんですけど、美術といってもね。でそういうことで頑張れということをいつもお話してたところ、なんかやはりこういうフォーラム外国の方からですね、外国で日本のことを研究されている方っていうどなたかいないですか。で実際リピットさんにはちょっと悪いんですけど、リピットさんには悪くないんですけどね、やっぱりその国力っていうのがやっぱり本当にこう響くんですね。そういう仮に美術とかそういう世界でも。でバブルの前の頃なんか相当アメリカでも日本美術を勉強してくださる方やですね、活躍する日本美術の研究者いたんですけども、どんどんいなくなっちゃいまして、それで頼りになるのはリピットさんだけだっていうような気持ちで、その中でリピットさんは本当に一番アメリカで活躍して、学生さんも僕会うごとにリピットさん学生育てなきゃ全然ダメだよ、もう他のことはいいから学生育てなさいなんて言ってたんですけど、そういうことでちょっと話が長くなりますけども、去年ですね、リピットさんが正倉院についての長い研究をされていて、学生を指導して、その学生を中心にして学生の発表会みたいなものにプラス研究者を集めてハーバード大学でシンポジウム、正倉院のシンポジウムやったんです。その時に僕もちょっとそういうこと聞いたもんですから参加したんですね。でその時についでって言っちゃ悪いんですけど、リピットさんと飲みながらこういう話あるんだけど乗ってくれたいっていうようなことをしたら、面白そうですねっていうことで、リピットさんをお招きすることができて、大変外国への発信とかそういうことにもう今ご尽力いただいているわけです。ではリピット先生にお伺いいたします。先生正倉院のお話も今出ましたので、それも含めまして日本美術の発信の重要性を感じているとおっしゃっておりましたので、そのあたりについてご説明いただけますでしょうか。ありがとうございます。リピットでございます。よろしくお願いいたします。私は、もともと美術史が専門なんですが、主に中近世絵画を調べようとしているものです。しかし海外で日本美術の授業を教えている中でびっくりすることに徐々と気づくようになりました。でそれはこれだけ日本で有名な正倉院宝物なんですが、それは海外では比較的知られていないということですね。でそれは比較的っていうよりもむしろ一般の方の間ほとんど知られていない、そして一般の方だけではなくて専門家の間でも薄くしか意識されていないと言えるのではないかと思いました。でその状況を非常に残念に思って10年前から
積極的に私の方から勉強し始めて、学生の指導や教育活動を中心的に添えるようになりました。でそれが2023年に河合先生がご参加いただいた正倉院国際シンポジウムに導いたんですが、その正倉院を勉強するとやはり絵画が非常に少ないんですね。主に工芸の作品です。もう本当に日本工芸の起源のようなコレクションなので、正倉院宝物の本当にすごいと思ったところは、宝物もあってそれを収める箱も素晴らしいんですね。その箱も宝物になるので、正倉院は箱の宝庫と言えるほどもう入れ子状に宝物を収める宝物のコレクションであるというふうには言われるんです。で私が特に感心したのはやはり正倉院事務所で長年それを研究されているうちにさまざまな新しい知識が生産されていくことです。でその新しい生産の、新しい知識の生産にはやはりもちろん科学検査が非常に重要なんですが、科学検査だけではなくてやはりものづくりのものを作っている人たちにそれをじっくり観察してもらって調査してもらって修理や復元模造に関わらせるところがもう本当に素晴らしいと思いました。でそれを知って本当にもう世界は日本伝統工芸から学ぶことは極めて多いのではないかというふうに思うようになりました。ちょうどそれを気づくようになった時点で河合先生に先ほどのシンポジウムにご参加いただいて、このような世界文化フォーラムにお手伝いさせていただいているわけです。本当に私はこのように皆さんと一緒に日本文化日本工芸を語らせていただけることはもう嬉しく光栄に思っております。正倉院の話は非常に興味深いですし楽しくてですね、この話を聞くと多分1時間では終わらなくてこれで終わってしまうと思いますので、また別の機会を設ければと思います。こうした経緯の中からこの世界文化フォーラムというものを設立させていただくことになりました。私どもこの4人で今後のですね登壇者を決めさせていただいて、日本の文化のじゃあ何を発信するかということになろうかと思います。それではですね、次のテーマに移させていただきます。ただいま河合先生から河合先生の基調講演で、日本文化の特質についてお話をいただきました。特にいくつかポイントはあるんですが、絵画と工芸の、いわゆる和漢混交唐物と和物の混交の中から新しい文化が生まれるんだとかですね、日本の文化は西洋は作品と対峙するんだが、日本の文化はその作品の中に没入していくんだとか、あるいはまた自然と共有することの重要性とかおっしゃっておりますが、中でもこのセッションでちょっと話題にしたいのは、西洋では日本美術は美術として認識されていないんだという話をされました。これは確かに1873年のウィーン万博以降ですね、美術と工芸が分けられて、美術と工芸という翻訳語がですねできて、できたわけですね。ですから美術というのは日本語だと思ってるんですが、実は明治の時にできた新しい言葉で、日本語にはないわけですね。でそうした意味も含めまして、少し議論を進めさせていただきたいと思いますが、河合先生、今のお話の中から少し何か付け加えるようなことございますでしょうか。今美術と工芸っていうのが非常に曖昧なまま西洋ではなかなか日本でこれ美術品だよとか工芸品だよって言ってもなかなか特にヨーロッパでしょうけど理解しがたいところがあるんですけども、一方で、日本ではですねその後ちゃんとしたいわゆる概念規定もなく
美術と工芸っていうのが独立してみたり、一緒だったり、デパートの売り場に行くと美術工芸品って絵も工芸品も売ってるんですね。でまあそういう曖昧なままになんとなく美術はこういうもん、工芸はこういうもんだっていう、その辺もまあ日本らしいんですかね。そういう嫌いがあるんですけども、まあもし付け加えるとしたら、先ほどちょっと触れた自然との共生ですね。自然との共生ということに関しては、やはり日本の文化や美術、造形芸術を含めてそうなんですけども、自然と共生しているっていうことなんですね。で先ほども申しましたように、西洋の場合は自然と対峙するという自然を切り開いて、都市を作り、そして動物はまた排除されるという、そこが決定的な、大きな決定的ということはないでしょうけど、大きな違いなんですね。でこれは日本人がですね、自然とあるいは動物と共生していたっていうのは、僕がちょっと前まで千葉の千葉市立美術館かなの館長をやってたんですけど、その時千葉のいろんな方々と話していて、千葉に加曽利貝坂っていうのがあるんですね。縄文時代、縄文中期ぐらいですかね。加曽利貝塚ってあって、そこで貝塚ですから貝もたくさん出てくるんですけど、そこに人骨も出てくるんです。で人骨と同時にそこから犬の骨が出てくるんですよ。でつまり、縄文時代から日本人は家畜を飼ってたってことなんですね。狩猟生活してるんですけども、家畜を飼っていたという、そういうふうな動物や人間自然との共生がその後、今のような状態になって、だんだん都市化が日本も進んでくると、いろいろ動物や自然との対立が始まってきて、非常にで一方世界では自然の共生っていうことが非常に重要視されている中で、ちょっとした問題があるなっていうようなことなんですけども、したがって自然との共生っていうところから、その日本の文学や美術のモチーフは自然と人間の関わり合いの中でそういうものが生まれてきたという、非常に芸術分野でも考えても、人間はですね、日本人というのは自然の共生ですね、そこが非常に重要な日本の文化や歴史を育んでいったバックグラウンドになっているんじゃないかと、そういうふうに考えてしているわけです。それではリビット先生にお伺いしたいと思います。リビット先生は日本の美術や工芸の中には思想があって、自然観の結晶であって、素材と向き合う中に、アーティスティックインテリジェンスがあるんだという話を読売新聞社の、スタートアップの座談会でお話になられていますので、少しそのあたりをご説明いただけますでしょうか。先ほど河合先生のご講演で本当に貴重な美術絵画と工芸の境のなさについての貴重なお話を聞かせていただいたんですが、それを少し違う視点から見ていきますと、文化財の有形と無形のカテゴリーを挙げられると思います。で向こうで英語圏では特に文化を語るときにカルチュラルヘリテージというフレーズを使いますが、不思議なことに日本の文化を語るときに文化遺産という言い方はあまりされないように思います。特に美術品を常に扱っている美術館の学芸員の方とか文化財機構で勤めている方々とかは文化財という言葉を使うんですが、それを英語に直すとカルチュラルプロパティになるので、私は多少違和感を感じてしまいますが、プロパティっていうのはやはり売買の世界で不動産の専門用語になりがちなんですが、ただし日本の近代の文化財制度自体は
本当に素晴らしくて、ご存知のように無形と有形のカテゴリーに文化財を分けていきます。で、河合先生が先ほどおっしゃったその絵画と工芸の曖昧さを少し置き換えてみると、例えばその無形と有形というカテゴリーのその境界の曖昧さに置き換えることはできるかもしれません。この、本当に日本の特に伝統工芸なんですが、ちょうどその有形と無形の間に、の狭間に位置しているのではないかというふうには考えているのですが、でその狭間に位置して何が重要なのかというと、やはり私はすぐに思い浮かぶのはその作り手のアーティスティックインテリジェンス、ものを作る人に特殊な知能でしょうか。英語圏では多重知能論、知能理論という、教育論者が提唱している考え方があるんですが、それは人間にはさまざまな知能があるという、理論なので、人間には例えば言語論、言語知能があれば、理論知能、さまざまな、身体知能とかそういうものがあったりするんですが、私はそこで特に注目したいのはアーティスティックインテリジェンス、芸術知能っていうんですか、それをものを作る人たち、芸術家にある特殊な知能で、それはもちろん技術でもあるんですが、技術だけではなくて、その素材に対する感性、自然に対する、ひいて言えば自然に対する感性、世の中の物事の考え方、世界観みたいなのもその中に含まれているのではないかというふうに思います。で、日本の古いそういう工芸っていうのはそういう昔の職人や芸術家、そういうものを作る人たちのアーティスティックインテリジェンスの塊として考えるのも一つ有効ではないかと思います。つまり正倉院宝物をまた例として挙げますと、それは古代のそういう知恵が現代においてそれを鑑賞したり勉強したりことによって凍結されている知能がその現在の世の中にまたリリースされて普及していくという不思議な本当にすごいものだと思います。でそれは日本の伝統工芸なのではないかと思います。無形に宿るアーティスティックインテリジェンスをどんどん発見してまた世の中にリリースするためにじっくり考えて勉強して鑑賞する必要があるのではないかと私は思っています。今アーティスティックインテリジェンスにつきまして、リピート先生からお話がいただきました。少しアーティストの立場からですね、少しお話をいただければと思うんですが、例えば今ありましたその伝統工芸に素材に寄り添う自然に対する姿勢とか、そのようなお話を室先生からご紹介いただけますでしょうか。いわゆる先ほど正倉院の話が少し出ましたけど、正倉院っていう一つのこれは、お宝の宝庫というよりは日本のもう美術の歴史の宝庫だというふうに思ってまして、でこれが1300年現代まで伝えられてきたこと自体も奇跡だと思うんですけども、その経緯からいろいろ調べさせていただければ、もう日本で独自に生んだ文化というよりは海外からいろいろなものが流入してきて、それを日本の、自然文化これとどれほどうまく融合させてきたのかっていう歴史の表れだと私は思うんですね。でその後も平安時代、鎌倉時代、先ほど河合先生がいろいろ画像で見せていただきましたけども、唐物を取り入れたり、桃山時代ですともうヨーロッパの文化を取り入れたり、いろいろなものを取り入れながら日本の文化と融合させて新しい文化を作っていく、この積み重ねが日本の文化の個性を作り上げてきたのじゃないかなと私は思うんですね。でそういう意味では、西洋と東洋の垣根もあまりない、絵画と工芸、先ほどリピット先生がおっしゃったように形のあるもの、そして私たちが表現しているような形のないもの、
こういったものが全て折り重なって融合して生まれてきたものが日本の文化だと思うんですね。でそういう意味では、私たちは技術っていう言葉を使いますけれども、それが単なる形にする、先ほど明治時代の超絶技法と称する技術、これを表すものが技術じゃなくて、私個人で考えるのは素材の特色、素材の個性を最高に生かすのが私は人の技術だと思うんですね。そういう意味ではいかに自然の素材と我々が寄り添って、その一番素晴らしい、もうこれは図案、衣装、デザイン、こういうのを含めて素材の個性、これを毎時代毎時代感性にそぐって重ねて、作ってきた。私はこれが技だと思ってます。ですから細かいことだけが技じゃなくて、素材を生かす技、そして先人のやってきたこと、あるいは周囲から、取り入れてきたもの、これを否定しないで取り入れることができる。それを肯定してなおかつ今を表現していく、こんな素晴らしい文化が続いてきたのが今私たちが、表現している1300年何一つ途絶えてこなかった文化の私は宝だというふうに思ってまして、これをこれまでなかなか海外の人に伝える機会も少なかった。こういう機会を通してその特色、どっちが上だ下じゃなくて、こういう素晴らしい特色があるんだっていうことを知っていただければいいなと思ってます。それぞれの先生から、それぞれのですね日本文化の特質について、お話を、いただきました。時間の関係もございますので、次のセッションに移りたいと思います。セッション3につきましては、日本文化の国際的な意義と、未来への視座というテーマでございます。で、これにつきましては、このフォーラムの方向性にも関わることになろうかと考えております。今日本の文化の特質というものがそれぞれお話をいただきましたが、それではですね、今この現代の社会においてなぜ日本文化の価値を再評価して世界に発信する必要があるのかと、日本の文化のどの要素がですね、グローバル化した現代社会に最も響くのであろうかと、これはおそらくこのフォーラムの方向性を、決めつける内容であろうかというふうに思っております。で、実はこれに関連しまして、本日皆様方にお手元にお配りしております、5月28日付の読売新聞で、リピット先生がこのようなことをおっしゃっています。文化を国ごとに考えるのではなく、共通の価値観を持つことが大事なんだということをおっしゃっておりますので、その説明をリピット先生からまずお願いできますでしょうか。ありがとうございます。はい、やはり特に美術という言葉、概念の歴史を調べていくと、その美術という概念はやはり特に近世ヨーロッパでは国家と強い関係性を持っていることに気がつきます。で、この美術という概念がいつ頃成立したのかというと、主に14世紀イタリアで他のさまざまな文化的なものと区別するために美術という言葉がものが成立して、それは何かというと文学と同等の思想的内容を反映できるものと考えられていたわけです。ですから本当に美術、特に絵画と彫刻なんですが、それは他のものと区別するために成立したわけで、その他のものは結局さまざまな近世ヨーロッパで成立した美術学校、アカデミーですねとか、その国家が毎年開催したその美術学校の作品を披露するサロンで展示されるようになったのが美術で、それ以外のものがやはり後々の時代なんですけど工芸、クラフトという扱いにされてきたわけです。で、
美術というものは近世ヨーロッパでやはり一つのエコシステムを成していたんですが、それを学校で教育するアカデミーがある一方で、サロンでそれを展示して、その思想的基盤に詳しい評論家にそれを語ってもらうというエコシステムでした。でヨーロッパ以外の世界では19世紀から20世紀につれてその帝国が崩れていく中で国民国家がいろんなところで成立して、そういうところにその国家の国民を統一させるためにやはりその近世ヨーロッパの美術システムが非常に都合が良かったっていう、つまりそのさまざまな国民のその統一感を強めるために、そのストーリーを語るためにその美術というものがその導入されていくわけですが、日本ももちろんそれには例外にはなりません。美術という言葉は河合先生がおっしゃったようにウィーン万博1873年で初めて造語として作られたわけですが、1889年に東京美術学校というアカデミーが成立して、1907年に文典というサロンが成立していくわけです。で我々はいまだにその美術システムの導入は他の日本の伝統工芸とか書画とか文物とかのとは複雑に重なり合うわけなんですが、我々美術史やってる人はじゃあ美術以前の日本美術は何だったのかという問題に立ち会わなければいけないわけですが、その美術以前の美術というのを考えるためにはやはりその工芸が非常にいい例になるのではないかと思います。でそれはやはりさまざまななんていうんですか、これもまた河合先生の話に戻りますけど、さまざまなもののにはカテゴリーがまだ近代的なカテゴリーは成立していなくて、例えば道具という言葉が示すように、道具というと茶道具があれば鎧も大名家では鎧もあったり能面もあったり掛け軸もあるんですが、その境目っていうのがほとんどないと考えていいと思います。でもっと庶民的なレベルでは、工芸とかそういう作品っていうのは国家という概念とはあんまり関係ないというふうに思いますね。その場でそこに揃っている人たちに鑑賞されて、その共通した鑑賞空間を成していったり、共通した美意識とか価値観をもたらせる装置として非常に重要だったわけです。でその他国も他の国においても同じ伝統工芸の役割があったはずです。あまりそういうその国の国家と結びつくようなものではなくて、その場でその環境を醸し出していくというような役割を果たしていたはずなんですね。ですからさまざまな国際的にもさまざまな伝統工芸のそういう根底にある私は思想と呼んでもいいと思うんですけど、そういう役割とか機能とかには共通性が非常に強いのではないかと思います。で我々はいまだにもう本当に国ごとに文化を考えてしまいがちなんですが、将来これを語っていく中でいずれは共通したそういうさまざまな美術伝統を通しての価値観を持っていけるのではないかというふうには理想に考えております。ありがとうございます。国家の形成とその美術のシステムですね、システム上の美術が非常に重要な関わりがあったということと、やはりその美術以前の、日本における美術以前の美術は何かという話を今いただきました。で河合先生、先生の基調講演にまた戻るようですが、先生のお考えの中でその美術以前の美術っていうのは何でしょう。美術以前の美術なかなか難しい先ほどの基調講演に戻るようなことになりますが、いかがでしょう。だから日本の美術っていうのは要するに生活美術なんですよね。だから工芸と絵画が垣根が低いとか分離しにくいっていうのはやっぱり例えば我々が大きな絵画っていうと障壁画とか屏風とか言うんですけども、あれも所詮は家具なわけですから。じゃあ独立した一つの
絵画っていうのは近代以後になってしか出てこないんで、近代以前は結局室内の調度品の一つとしてもう絵画も存在してたし、あるいは絵巻物もそういう日本の絵画の特色ですけども、あれも物語の挿絵ですしね。でそういう意味でそういう意味の工芸を生活美術っていうか洋の美みたいな、日本ね、伝統工芸は洋の美っていうことが一つのその日本工芸の特色として挙げられるようですけれども、絵画もかなりそういう面が仏画は別として絵画というふうに我々が今扱っているものとか彫刻として扱っているものっていうのは宗教芸術は別とするとほぼ生活美術なんですね。調度品と一つとして扱われているっていうところが特色なんじゃないかと思います。ちょっと余計なこと補足的に言いますと、室瀬先生おっしゃったように外国のちょっと僕の話でも触れましたけど、和魂要塞とか和魂唐材とかそういうふうに言って外国の技術を用いてその外国日本に使いやすくするっていうのは大切で、その正倉院のものも中国のものもありますけども、正倉院の多くのものは中国の技術を応用して日本で作ったものがたくさんあるわけですよね。ただもう一つ言いますとそういうふうに、日本は海に囲まれてるから外の情報を取り入れないと活性化しないんで、もうすでに外のあるところまで行くと、例えば飛鳥奈良時代、そうすると国風化の文化って我々学校で教わりましたけど、平安時代は日本独特だっていうんですけども、それが鎌倉時代のまた中国、そういう、そして明治維新はもちろん西洋になっていくんですけど、そういう外国のものを一生懸命勉強するで知識を得るっていうことには貪欲なんですね。それ彦定殿下が先ほどおっしゃいましたけど、日本のことは何も知らなかったっていうのは殿下だけじゃなくて日本の伝統的なその日本人の教養なんで、そういう例として僕は中世の絵画師やってるんですけど、中国からですね一三一年っていう外交僧がやってきまして、その人がかなり我々の勉強している禅宗美術とか水墨画とかそういうものをかなりいろんな形で指導するんですね。そのお弟子さんで一番有名なのが無双礎石っていうお庭を作りましたっていう人なんですけど、で一三一年がもうやってきて、ある非常に優秀な高僧にですね質問すると、日本のことを全然知らなくて中国のことをいっぱい知ってるんですね。でお前何言ってんだって言って怒られて、その坊さんがですね一年発起して日本の仏教史書くんです。それが元寇釈書って言って五漢試練っていう東福寺の坊さんなんですけど、そういうことでその外国のことをですねいっぱい知ってるっていうのは日本人の特色なんですけど、それじゃ自分のことがどのくらい分かってるかっていうと意外と分からないことも多いし、それから曲解もあるんですね。曲解外国の勉強するんですけど曲解してることもかなりあるんですね。でそういうのをリピートンさんがおっしゃったように、つまりその文化っていうものを個々の国で考えるとそういうこともありがちなんだけど、これからはやっぱりグローバルな世界って言いますけども、その共通の価値観で語り合うっていうことが非常に重要だと思うんですね。そうするとそういう誤解がない、特に日本のように島国っていう言い方はおかしいんですけども、そういうところの一生懸命の
自分のことだけで一生懸命勉強している人たちがもうちょっとこう素直に自分の曲解したものを発信するんじゃなくて、もっと素直に自分自身のものをこう表現することができる、伝えたり発信することができるっていうことが非常に大事で、それにはやっぱりリピットさんのおっしゃったその文化っていうものを国ごとじゃなくて共通の価値観で話すっていうことができれば、もっと日本はこうだぞっていうなんか片足張って説明することで外国の方には誤解を与えるとか、自分たちが誤解してるっていうことに気づかなかったりね、いろんなことするんじゃないかなっていう気がちょっといろんな今日のお話の中で気がついたことです。それでは今共通の価値観というのはキーワードになってまいりますが、この点に関しまして室先生にお伺いしたいんですが、先生協調という言葉、それからつなぐ文化があるんだということをおっしゃっておりまして、その説明をいただけますでしょうか。私が、歴史を振り返って学ぶとき、もう多分皆さんほとんどそうなんでしょうけど、江戸時代まではもう遠い昔の遠い過去で、もう自分たちとは関係ないと。でせいぜい歴史を学ぶときは19世紀20世紀の近代以降、近代の考え方、先ほどもちょっと先生方おっしゃってましたけども、そういう考え方が日本人に染み込んでんだって思い込んでる気がするんですね。で19世紀20世紀って我々もそうやって教わりましたけど、いわゆる競争の時代ですよね。あそこより勝つんだとか、あれをヨーロッパも、より上に追いつけ追い越せじゃないですけど、そういう150年間だったと思うんですね。でやはり先ほど言いましたように、それが21世紀に入ってちょっと違うんじゃないかと皆さんが世界中が思うようになってきた。でこれがやはりその江戸時代までのもうゆっくり育んできた協調、いわゆるその協調も人間対人間の協調だけじゃなくて、自然と人間がどう、人間社会ですね、自然と人間社会がどう協調していくか、ここに戻るっていうことが多分世界の価値観を私は結びつけるキーワードになるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。それでもう自分さえ良ければいいっていう20世紀21世紀の自己主張がなければ絶対ダメだとか、そういう教育からもうちょっと違って、今心を和らげるにはどうしたらいいかとか、心を豊かにするっていうのはどういうことなのかっていうことをもう少し考え直す。このことによってそこの心の豊かさを次の世代まで続けていくんだっていうことが、私は今重要なポイントになってくるんじゃないかなと思ってるんですね。で先ほどもちょっとお話出ましたけど、100年先これが今新しいことを、発するんだけども、価値観はもう1000年養われた価値観のもとでその自然と融合しながら表現していく、この価値観を100年後に続けていく。これがやっぱりどんなに新しいものに挑戦しても価値観さえきちっとしたものを持ってれば、それが新しい発信だし、それをつなぐことが振り返ってみて今の伝統表現に変わっていくんだっていう。伝統っていうのはやはり守るっていうつい皆さんがイメージしてしまうけども、そうじゃなくて作っていくんだっていう、ここがこれからの私たちの考え方で最も重要なポイントじゃないかなと思ってます。これが次の子どもの世代に移り、孫その後の移った時に、これが新しいまた伝統になっていく。またその人たちが新しい時代のことをまた表現して、それがまた100年後に新しい伝統になっていく。そうやって積み重ねてきたのが私たちの先人だと思ってまして、これを今の時代に日本にも発信し、海外にも発信して、レピット先生が言われるように、それが共通した価値観になっていくっていうことを私たちは求めてます。残念ながらもう時間が大幅にオーバーしておりまして、最後のクロージングコメントを各パネラーの先生から一言ずついただきたいと思いますが、
レビット先生から何か一言はい、ありがとおうございます。願いいたします。やはり皆さんと一緒にこうやって日本文化や日本の伝統工芸を語らせていただく中で、不思議な連想が湧いてきます。その連想は何かと言いますと、哲学でいう世界政策論です。これはちょっと難しい言葉かもしれませんが、それは何かと言いますと、やっぱり言語表現とか芸術美術品には科学と同等にその人にその周り世界っていうか、その環境とか周りの環境を認知させる力があるという、それだけのことです。でそれは何にもないところに作品を置くと、本当に不思議なワールドが形成される場合もよくあると思います。でそれは物理的な側面もあって、例えば伝統工芸の場合は本当にその素材の輝きとか、その艶のそのあり方によって本当にもう不思議なアウラみたいなの、周りの照明とか環境と相互関係の中で湧いてくることもあるんですね。それはいくら頑張っても携帯のカメラでは捉えられない不思議さです。それはやはり携帯っていうのは詳細の部分を AI で処理してしまいますから、どうしても手作りのものをちゃんとそれは伝えないところがあるんですね。その一種の世界をなすと、それはやはり延長線上で昔の作品でしたら、昔のそれを作った作り手の生活とか物の見方とかまで伝わる不思議な現象があるというふうには思います。本当に何にもないところに作品を置くとワールドができるという世界政策の力があるのが、日本の文化伝統工芸ではないかと思います。ですから本当にこの世界文化フォーラムを通して皆さんと昔の文化を語りながら、そういう過去の世界を発見していったり、また現在未来の世界をどんどん作っていくことを本当に楽しみにしております。ありがとうございます。河合先生。僕そうあんまり言うことはないんですけど、今日我々短い時間ですけど、日本文化、日本の美術工芸、そういうことについて発信というか発言したんで、この価値観というほど押し付けがましいことではないんですけどもね、我々が今日お話ししたことをお聞きになってる皆さんと共有したい、それがまず第一歩だと思うんですね。つまんないと思ったり違うよっていうのは大いに議論するところなんですけども、ある程度皆さん方と我々がここで発言したことが少しでもですね共有できれば、この会は良かったなというふうに思っております。では室木先生お願いいたします。はい、今回、文化ということの中で、たまたま、工芸が中心になった話になりましたけども、この先、工芸に、偏らず伝統芸能、それから料理ですとか、いろいろなジャンルの文化、これを話題にしながら、いろいろな形での日本の良さ、こういったものを、国内外に理解していただくっていうのが今回の私たちの、プレゼンです。でやはり先ほどちょっとお話も出ましたけど、私たちの文化なんていうのも実はもう7000年8000年前から、ものは作ってましたし、先ほど河合先生の話じゃないですけど、動物と仲良くしてきましたし、そして植物もちゃんと栽培してきましたし、そういう文化がもう6000年7000年前からずっと続いて現代まで伝わってるわけですね。でその中でやはり食ですとか工芸ですとか、そこの空間を司る美ですとか、そういったものにどんどん昇華して現代まで来てる。やはり原点はその自然に寄り添う。自然っていうと
ついネイチャーっていう自然になるんですけども、実は日本では自然という文字を書いて自然と読むわけですね。要するに自然っていう言葉がおのずからなるんだという、ここが日本語の原点でもあるし感性だと私は思ってますんで、ぜひもう一度その通訳語じゃなくて日本語が持つ言葉の意味、そして価値、これを再認識していただく機会になっていただければというふうに思っております。ありがとうございました。それではモデレーターの私から最後にメッセージをお伝えさせていただきます。はじめに第3回、4回の登壇者のご紹介をさせていただきたいと思います。8月2日に野依良二先生と近藤誠一先生、日本人が科学する心という演題で行わせていただきます。同日リピット先生とメトロポリタン美術館のキュレーターのモニカ・ビンチクさん、外国人が見た日本文化というタイトルで同じような形で公開収録で行わせていただきたいと思います。実はこのフォーラムの開催にあたりまして今ご紹介させていただきました野依良二先生と近藤誠一先生と室先生と私で懇談をする機会をいただきました。でその折の話がですね、極めてこのフォーラムに方向性を示す重要な示唆をいただきましたので、その内容をお話ししたいと思うんですが、その野依先生、今室先生がお話になったのとほぼ同じようなことでして、現代の社会はその力の論理がまかり通っていて、覇権主義が世界を支配していると。で軍事や経済の競争の時代からいわゆる協調の時代へとパラダイムを転換すべきだろうと。で一人一人の命を守る民族、さらに人類のですね存続を図る、そのために自然や社会環境を育む文化を尊ぶ文明社会を作っていくべきであると。そのために日本の文化が果たす役割は大きいであろうということでした。でそのためには野依先生は科学者でございますので、自然科学と文化がクロスオーバーをすることが重要なと、これは今リピット先生がおっしゃっていただいた内容だと思います。それから AI、バイオテクノロジー、脱炭素社会などグローバルな潮流の中で、個としての生命を超えた、自然や他者、社会とつながりの中で、命の論理というのが重要だと。で命の論理というのは重要なんだと。で近代のですね、西洋近代の理性中心主義、それとはもう異なる生命観とか社会観とか、人間観を示す。そのためには今言いました、次ありますかね。ここにありますね。命の論理、自然と人間社会、こういうことがですねキーワードになるだろうと。命の論理とか、自然と人間社会、これがキーワードになるでしょうと。でこうした視点から今後ですねこのフォーラムでさまざまなご意見をいただきたいと思うんですが、この命の論理っていうのはなかなか難しい言葉でして、でこれを文化の視点でどのようにですね解釈すべきかということがあって、たまたま私今回ので彬子女王殿下の日本美の心というのを読ませていただきまして、その中で大変感銘した一節がありましたのでご紹介させていただきたいんですが、皇居の盆栽600年の生きた芸術というエッセイがございます。で、その文章をこちらに掲げておりますが、大道庭園で一番古い盆栽で樹齢は600年を超える。その幹はすでに枯れていて灰色になり、生きているのは表皮のみ。しかし今でも青々とした葉をたたえている。一つの鉢の中に生と死が同居し、有限の美を形成していたと。私はこの生と死が同居していて有限の美を形成しているんだと。つまりまさに生と死が織りなす、日本の美というのが有限の美なんだと。ここはもうまさに能楽堂でございまして、本当にその有限の美の世界でございます。でそれに続けまして次お願いいたします。で初めてですね
木を鉢に植えた人は、この盆栽のことですので、初めて木を鉢に植えた人は、その木がどのように成長し、どのような美を生み出すかを最後まで見届けることはできないのであると。自分の手からその鉢が離れた後に、どのような人に世話され、どのような人に鑑賞されるかもわからない。盆栽を世話をする人々は見えない未来の鑑賞者のために木を植えて育み、次世代に手渡すのであると。こういう文章がございまして。で、まさにですね、私はこの伝統っていうのはこういうことなんだなと改めて学ばせていただいて、その伝統とは命をつないでいくんだと。こういうことなんだなと。で、それノリ先生の言うですね、文化における命の理論、論理ですか。こういうことなのかなと改めてですね。で、こうしたことからですね、日本の文化を守り、で育て、そして日本の文化の核となるものを世界に発信していくと。こういう大変大きなテーマなんですが、その日本のですね、極東の中の日本の、しかも日本の一美術館から、こうしたものが世界に向けて発信できればというふうに考えております。で、これ今日の本日のプログラムにこの趣旨が書いてございます。このフォーラムは国際社会が求める持続可能な文明社会の実現に必要な生命感、社会観を提言すると。日本の文化は単なる鑑賞のための芸能であったり、装飾や愛好品のための工芸ではなく人間観とか自然観があって、それが国際社会に果たせる役割は大きいであろうと。自然と人間社会や命の論理、協調の時代、こうしたことがキーワードになっていて、その日本の特質を極東の日本の一美術館から世界に向けて発信したいということがこの今日第1回のメッセージになろうかと思います。長時間でございましたがご清聴いただきましてありがとうございます。以上をもちまして第2回の世界文化フォーラムスタートアップの座談会を終了させていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。